こんにちは、高弘です。今日はストリートフォトを撮る時の考え方について。僕はストリートフォトといっても一つのシチュエーションに絞って撮るということをよくやります。普通ストリートスナップというのは街を歩きながら場所を変えて撮り続けるのが一般的です。それに対し僕のスタイルは一つの場所にとどまり、そこで満足できるまで撮るというものです。50枚とか100枚とか。この日見つけたのはこの場所。建物の外部廊下みたいなところで、直線的な通路に柱が連続的に並んでいて、とてもシンプルです。ここでしばらく粘って撮ってみることにしました。この通路はずっと直線が続いているのですが、途中で通路が切れていて、普通の道路と交差しています。交差点まで出てくると、ここに光が当たっていることが確認できます。この光を利用します。最初のスタート地点から撮ると、左右は壁と柱に囲まれて暗く、中心部だけこの光が通行人に当たり、被写体が浮かび上がる効果が得られます。で、口で言うのは簡単ですが、これを写真として完成させるのはかなり難しいです。左右が壁や柱で挟まれているので、いつ人が通るかが全然わかりません。実際にカメラを構えて何枚か撮っている映像をしばらくご覧ください。映像で見るとやってることが完全に分かってもらえると思います。これが冒頭に言った一つのシチュエーションで数をこなすという一つの例です。もう写真撮ってるというよりも何かシューティングゲームをやっているような感覚に近いです。自転車がよく通ってます。後から気づいたんですけど、自転車はスピード的にはほぼ無理です。あっと思ってからシャッターを切っても、その時には枠からはみ出してしまいます。100回ぐらい失敗しました。歩行者だとスピード的には間に合うのですが、2人で歩いていたり、微妙に位置がずれたり、黒い服装でうまく分離できなかったり、細部までこだわり出すとキリがありません。100枚取ってようやく合格ラインを3枚ほど出すことができました。1枚目はこれ。帽子と服装が白なので背景としっかり分離できています。2枚目はこれ。こちらも服が白っぽいので背景との分離という点は問題ありません。さらに足の角度が綺麗という点もプラスです。
一方でタイミングはちょっと中心からずれてしまいました。3枚目はこれ。こちらは背景との分離、足の角度、タイミング、すべてが揃いました。上半身の服と帽子のが暗めの色なのですが、そこに光が当たっていて、輪郭をしっかり際立たせることができています。ということで、最終的には1枚目と2枚目は没に、3枚目をセレクトすることにしました。細かいところですが、そのちょっとした差が写真の印象に大きく影響するということは知っておきたいところです。今回の動画で伝えたかったことは、こんなに失敗を重ねて苦労して撮ったんだぞということを自慢したいわけではありません。苦労したかどうかは写真とは全く関係ありません。そうではなく、ゲームのようなバカバカしい作業を実行できるかどうかということです。写真に重要なこととしてよく語られるのは構図や光です。でもそれと同じくらい重要なのが泥臭くシャッターを切ることかなと思っています。しかしただ闇雲にシャッターを切ればいいっていうもんでもない。ちゃんと構図を決めて、あとは数だけという状況を作ってそこでシャッターを切る。そういったちょうどいいバランスの泥臭さが大切だと考えています。それには2つのハードルがあります。一つは数をこなせばもっと良い写真になるはずだという予測、確信に近い予測ができるということ。確信がないとあのような馬鹿らしい作業を100回もやることはできないです。普通の人ならせいぜい5、6回、ちょっと取り慣れた人でも2、30回が限度でしょう。ハードルのもう一つはこだわりや信念です。写真をやる人である程度経験を積んだ人だと、撮り方に自分なりのこだわりや信念がある人が多いです。あんなに数打って撮るなんてかっこ悪いとか、あんなやり方では楽しめないとか、そういうふうに考える人は少なくないはずです。そう、こだわりが逆に邪魔して撮れないというやつです。僕はそういった信念がほぼゼロなんです。写真へのこだわりはめちゃくちゃありますが、プロセスに関するこだわりみたいなものはありません。ただ出来上がった写真が良ければそれでいいという考え方です。それが僕の強みだと思っています。撮影を作業芸として捉えることに何の抵抗もない。毎回そうってわけではないのですが、何回かに1回、10回に1回とかそれくらいはそんな風に割り切って撮るということをやっています。数で解決できるなら数で解決する。とてもシンプルな方法です。何も難しいことは言ってません。数で解決できるんだから数で解決する。スタイルが合わない人もいるので、無理強いはしません。でも、そんな方法でいいんだと思った人がいれば、ぜひ試してみてください。今回の例では構図を変えずに撮りましたが、何回か撮っているうちに別の構図を思いつくということもよくあります。数枚撮ったら満足するのではなく、とにかくいろいろ粘ってみるということをお勧めします。それではまた。